どうもこんにちは、川口の健です。今日はオリーブ色のフルブログ最終段階です。仕上げやっていきたいと思います。太陽光に照らすとこんな色味のオリーブ色のカーフを使ったフルブログですね。前回積み上げをやりました。でも形は全部できてて、あとは色をつけて仕上げ磨いていくところです。この靴はコバの色黒でいくので、今ね、革の色そのままです。茶色っぽいね、ベージュっぽい感じで、この積み上げとこのコバに黒のインクを入れて染めていきます。そしてそこにロウを塗って熱して染み込ませて磨いて輝かせていく感じです。今回はちょっとここあえてこのまんまいこうかなと思います。これ革の銀面です。銀面といっても革の銀面って革の厚みがある上にこの銀面、いわゆる乳頭層って言われている層がありまして、この乳頭層の厚みって別に本当に表面だけじゃなくて多少厚みがあるんですよ。なので例えば革の製造工程の話をすると、銀面のついてる革、銀付き革とかスムースレーザーとかって言いますけど、こういう表面がツルツルしてる革でも本当に表面をそのまま牛の毛を抜いたそのままの表面を使っている革もあれば、表面をね平滑に整えたりとか、ちょっと傷とかを消したりするために表面を薄く削ったりしている革とかもあるんですけど、その削ってる革もスムースレザーです。銀面なので、銀面っていうのが厚みがある中でちょっと表面を削ったりします。で、通常こういうソール仕上げの場合っていうのはこういったナチュラル仕上げ、これはですね、銀面は銀面です。革の表面なんですけど、ちょっと表面を削ってからもう一回仕上げ直してるんですよね。表面を削って少し毛羽立たせた後に仕上げ剤を塗って、こういうふうに改めて繊維を寝かしつけて輝かせるという感じで、これも銀面なんですよね。で、こっちは本当に銀面です。表面まだ全く削ってません。普通はここから少し表面を削って毛羽立たせて、こういうふうに仕上げるんですけど、色が違うのから素材の違いの問題だったりもしますが、でも割と本当の銀面でソールの材料ってちょっとこういう色濃いめだったりするんで、灰で仕上げると少し明るめになるような気はしますね。ちょっと今回これでいきます。わざわざなんで銀面を一回ちょっと灰でもう一回仕上げ直すのかっていうと、手間はかかるんですけど、そうした方が綺麗なんですね。銀面ってそういった元々の牛の皮としてのシミとか多少の傷とかってあったりするんですけど、あと製造工程に出る多少の擦れとかですよね、色のムラとかがあります。これもありますよね。この中で結構気になるので言えば、ここドブ起こししてここ縫ってある縫い目が下にありますけど、そこの若干跡、これ削ってもう一回仕上げ直せば見えなくなるんですけど、見えなくなるというか目立たなくなるんですけど、こういうのがね、こういうところの色ムラとかあります。だから通常そのままで仕上げていくっていうのはないですけど、ちょっと今回はこれもね、これで綺麗だなと思ってたんで、普通やらないですからねちょっと頼まれてもなかなかやりたくないです。汚くなってもいいならいいですけど、やっぱ最後に仕上げをしないっていうと逆にすごく手間ですね。今回はちょっとなるべく綺麗に残すように作ってたので、このまんまの仕上げでいきます。まずはコバの染色ですね。黒くしていきます。これ電熱器です。これスイッチ入れて温めます。これで温めるのがコテたちです。コテっていうのは英語だとアイロンですけど、鉄ですよね。これらが靴専用の道具としてコテと呼ばれるものですね。様々な形があります。例えばこれコバの仕上げのあたりでも出てきましたけど、ウィールです。ギザギザのついた歯車です。ウェルトにかけます。これコバゴテですね。コバ、靴のソールの側面に当てるものです。これ踏まずゴテ、土
土踏まず部分ですね、ウエストベベルドウエストにしたところに当てるコテ。これ前回積み上げの最後に使ってましたけど、シートウィールといって、ここ飾りの歯車、これギザギザの細かいギザギザのついた歯車がついてまして、これを当てて飾りをつけます。あとはこれ言うのはですね、小口ゴテとかって言うんですけど、かかとの顎のあたりなんですけど、先端部分というか部材の終わりのところをメリハリをつけるために使うやつです。これイチョウゴテですね。かかとに積み上げの側面に当てるコテです。といろんな形の専用のねコテがありまして、これがローです。かなりちょっとちっちゃくなってるんですけど、これを基本的には塗り込んだソールにこの熱したコテたちを当てて、ローを溶かして皮に染み込ませて磨いて光沢を出すという感じです。これを置いて温めます。小刃にローを塗っていきます。かかとのローを飛ばしていきます。ウィールを温めたらこのローに転がしてウィールに溶かしたローをつけます。そしてこのウェルトのギザギザに合わせて転がします。そうすると今こうですね、ウィールについた溶けたローが今度ウェルトに乗り移りまして、このウェルトの上面のギザギザをメリハリよく、そして光沢感をつけていくことができます。今度は小刃ゴテを使って小刃にもコテを当てていきます。これコテの温度っていうのはちょっと正確に測ってないんで何度か分かんないですけど、だいたいね90度ぐらいですね。水を使うんですけど、で温度確かめてるんですけど、水にこの熱したコテをつけた時にジュッて言うってことは、それって100度超えてるじゃないですか。でジュッて言わなくなったら100度かそれ以下近いところですよね。これ意外と温度は大事で、ローだから熱ければ熱いほど溶けるんですけど、溶けすぎてもあんまりきれいにソールに乗らないんですよね。さらにあんまり熱すぎると今度皮が焦げるんで、そうするとソールの部分変質しちゃって、もうなんかこうね光沢感が出なくなっちゃったりとか、黒だからまだいいですけど茶色の時とかだとちょっと色変わっちゃったりとかっていう風になるんで、コテの温度、正確に測ればいいんですけど、測らずとも感覚的にちゃんとねこう温度は確かめながらやってます。これ水です。ちょっと強めに熱したコテ、ジューって言いますよね。これかなり熱いです今。これをつけると水が一瞬で沸騰します。でこうやって水滴もすぐに蒸発していきます。これ熱すぎて皮絶対焦げます。だから水はこの温度を確かめるのにも使うんですけど、実際これをつけてだんだんつけてだんだん音がなくなってきますね。だんだんこのコテが冷えてきてるんでもう言わなくなりましたね。だからこれでもちょっとまだ熱すぎてですね、これコテの熱容量によって結構冷める時間、当然違うんですよ。これイチョウゴテって結構でかいじゃないですか。だから冷めるのにも時間がかかります。逆にこういうウィールみたいなのは小さいんで割とすぐ冷めます。だから逆に言えば何度も何度も温め直さなきゃいけないんですけど、こういうのはかなりずっと熱を保ってるんで、一回温めれば結構長く使えます。そんな感じで水を使いつつ温度を確かめますね。そしたら土踏まずのところもコテを当てます。で次にこの今ロー塗ったところって結構こういうふうにムラになってますね。光沢感全体はありますけど、ローを塗り込んだ跡がそのまま見えてます。
これを布で伸ばしていきます。結構強い力でゴシゴシこすります。そうするとさっき塗りムラがあったろうがこんな風に平滑になって輝いてきます。ブラシも使っていきます。そしたら最後の仕上げのコテですね。この小口ゴテ、さっきね説明の時に何言ってるのかよく分かんなかったと思うんですけど、これはここの顎、ここに使います。ここって積み上げの動画でこう包丁で切って形を作ってたと思うんですけど、綺麗なんですけど、綺麗にぴったり直線ですね。でもやっぱりこういう部材の終端ってどうしても少しこのままいくとスルッと終わってしまう、終わりがはっきりしないみたいなね印象があるんですよ。なのでここにこれを書きます。この終点はここだよと、終わりの線をここに書くような感じで、そうするとこういうふうになります。なんかこう締まったような感じしませんか。これもねこれ伝統的なやり方なんで、こういった手製靴には結構この印というか終わりの線っていうのは入っていることが多いと思います。そしてかかと車ですね。ここもうすでに積み上げのねインク入れる前にシートウィール、かかと車は回しといたんで入ってるんですけど、最後にもう一回すでに入っているギザギザ模様にずれないように同じように入れます。こんな感じです。そしたら完成の仕上げの作業をやっていきます。まずはビニール紐、これ仮留めで靴紐代わりにスズランテープみたいなやつを入れてあるんで、これを取っていきます。そしてここから木型を抜くんですけど、抜く前に軽く仕上げておきます。クリームを軽く入れます。軽くというのも今回ちょっと今日はしっかり磨きません。ある程度やっておきます。なぜかというと磨きにお願いしに行こうと思っているので、その時に表面磨きとかねピカピカに綺麗に仕上げてもらうと思います。今回は磨きというよりは軽いこの完成前の仕上げですね。その部分をやっていきます。で、この穴飾り白いく見えてるじゃないですか。これクロムナムシの皮の断面ってちょっと水色っぽい白い感じなので、この断面が見えてますね。でこれこのまま残すっていうのはありなんですけど、今回は色を皮の色と大体ね同じになじませていきたいと思います。これこんなカーキ色のクリーム持ってないなと思って靴クリームの引き出しを探してたらなんか似たような色がありました。これ一応サフィールのねクレームですけど、色目はちょっとかすれてますけど多分グレーだと思います。ナンバー14グレーって書いてあります。パッと見近いんで色違いますけど、全体に塗るわけではなくてこの穴飾りの奥に塗っていくので、これでやってみます。これをブラシに取ってこの穴飾りの部分重点的に塗ります。顔の色よりは結構こうやって塗ってみると明るいですね。ただ断面に入ってくれればいいだけなんで、穴飾りのあるところに塗っていきます。このね奥に塗り込むにはそれなりのクリームの量を使わないといけないので、今がっつり塗ってますけど、これ後で拭き取ります。こんな感じでねちょっとクリームがね結構残って白っぽくなってるんですけど大丈夫です。取ります。これクレームですね。今度ニュートラルの無色のやつで結構多めに今度塗ります。
もう床面というかその断面ですね、革の断面、さっき白かった部分に入ったクリームの色っていうのはもう取れないので、まあそれを狙ってるんですけど取れないので、それ以外のところ、この銀面表面についたクリームを落とします。でそういう時はクリームはクリームで取る。こんな感じで落ちてきますね、色が。そしたらブラッシングしていきます。今汚れ落とし代わりにもクリームのニュートラル全体に塗ったので、これで豚毛ブラシでブラッシング。ちょっと軽くブラッシングして、この黒のクリームなんですけど、指でクリームを取ってすりつける程度にちょっとブラシに、ね、この黒のクリームをつけて、このメダリオン付近ですね、塗っていきます。アンティーク仕上げとかっていうほどではないですけど、気持ちにこうニュアンスをつける程度ですね。直射日光に当たるとこうオリーブ色の色味がよくわかりますね。そしたらこの中に木釘が出てるんで、これを切っていきます。積み上げを作るときに底面から打った木釘ですね。そして切っただけだとボコつくので叩きます。ここ釣り込みの時に使うこうライニングを残してあったところなんですけど、これもいらないので切ります。このインソック貼ります。これはライニングの色に合わせてキャメルのものを入れます。そして最後靴紐を通します。アッパーの色に合わせてオリーブ色の平紐を通していきます。ちなみに紐の通し方は様々あるんですけど、主に使うのはシングルっていうのとパラレルっていう通し方の2つですね。シングルもパラレルもこう紐が平行に並んでいくんですけど、シングルの通し方の方が紐がすっきり見えます。なので僕はこういった内羽の靴の場合はシングルで通して、外羽の靴の場合はパラレルで通します。パラレルの方が脱ぎ履きだったりとか、あとは羽の締め具合的にも機能性は高いのかなと思いますが、見た目のすっきりさをとって今回は内羽なのでシングルで通していきます。結び方ね、シングルとかパラレルとか検索すると出てくるんで、よかったら調べてみてください。はい、ということで完成しました。なんとも言えない色味ですね。このキャメル、ライニングのキャメルとのこの対比もいいですよね。かっこいいですね。かっこいい。このオリーブの紐の色合いもまた黒を入れてもいいかなと思ったんですけど、今回はちょっとあえて、せっかくねオリーブ色のアッパーなのでそれに合わせたものを入れてみました。アッパーの色よりは少しっていうか結構薄めなオリーブ色ですけど、これはこれでありだと思います。それでは最後にねデザインの方を解説していきます。
はい、こちらの靴は、木型にデザイン線を描くというところから制作工程をとってかなり詳細に記録してきました。概要欄の方にこの靴に関する動画は全てリンク貼ってますので、ぜひご覧ください。デザインは本当にシンプルなフルブローグです。ウイングチップになってて、内羽、そして穴飾り、メダリオンもあるというようなシンプルというか、シンプルではないですね。フルブローグはクラシックなフルブローグになってます。で底付けもドレッシーめに作ってまして、シングルソールでベベルドウエスト部分をぐっと絞り込んだドレッシーな仕様になってます。そこにより実用的に使えるようにするためにハーフラバーとスチールを装着してあります。今回の木型は前回僕自分用に作った靴がですね、結構丸みを帯びてたんで、最初ちょっとシャープめに作ろうかなと思ったんですよ。で木型をそういう風に作ったんですけど、ちょっとデザインを結局フルブローグにするってことになった時に、やっぱりもう少し丸みのあった方が使いやすそうだなと、革の色も相まってそんな感じがしたので、木型最初に作ったところから少し革をこういう風に持って形状を変えました。ただ前回自分用に作ったこちらの靴ですね、こちらは赤茶色のボックスカーフで作ったプレーンとメダリオンありの、プレーンとちょっと変わったデザインですけど、こんなのを作りましたが、これと比べるとトーシェイプは少しシャープになっているのが分かります。これもね結構履いてるんで、傷とかねついてて軽く修理する動画でも撮ろうかななんて思ってます。色がすごくいいですね、この対比がね。どちらもメダリオンがあって、ちょっとこういったパーフォレーション穴飾りがあるんですが、それぞれだいぶ違う雰囲気の靴になっていると思います。今回これは僕の自分の木型に合わせて作ったビスポークシューズですが、フルブローグはキッシュザワークのパターンオーダーにもありまして、マホガニーというモデルですね。どちらも本当に正統派なフルブローグなのでほとんど同じです。デザインのライン取りなんかもほとんど同じです。なのでこれは今回作ったこちらのオリーブ色のフルブローグをいいなと思った方はパターンオーダーでもねオーダーできますので、ちょっとこの革はないんですけど、うちの形としては同じ、ほぼ同じものでオーダーすることもできます。ということで履きましょうかね。ただこれ靴磨き屋さんに持って行って仕上げの磨きをお願いしたいので、今回これで足入れはするんですけど歩かずに履いてねどんな感じになるのか見るに留めておきたいと思います。本当は履いて歩きたいんですけどね、めちゃくちゃすぐにでも履いてどっか行きたいんですけど、今回は足を入れるだけにしておきます。我慢。よいしょ。めちゃくちゃいい。履き心地はもちろんのこと、これはお伝えはできないんですけど、いいですね、この色味デザイン。今ちょっと青みの強いデニムを履いてますけど、こういうオリーブ色の靴ってどういう合わせをすればいいのか未だにちょっとまだよく分かってなくて、これからねこの靴を履いて試していこうと思うんですけど、コメントで意外と茶靴と同じような合わせ方ができますよと教えてくれた方がいたので、確かにこのデニムに茶靴って合うじゃないですか。このオリーブ色の靴も問題なく、むしろすごくかっこよく合ってますね。いかがでしょうか。完成しました。やはり何度靴を自分に作っても完成するたびにワクワクします。ただね、今回こうして自分で作るからにはさまざまな履き心地だったり部材の選定とかね、加工の実験も兼ねているので、これを履いてまだ歩くことはできないんですけど、磨きが終わったらこ
これを履いてねガンガン歩いていきたいと思います。受注会とかでもこれを履いて行くこともあると思いますので、ぜひねその時は見てみてください。かっこいいということで、長々とこのオリーブ色のフルブログ制作お付き合いいただきありがとうございました。それでは次回の磨きをお楽しみに。